はい、どうもフランスガイド中村です。今私の後ろに映っているのはサンジャックの塔でございます。ライトアップが美しいでしょう。そう、今ね、私たちがいるのはパリのウィック。これからライトアップされたパリの夜散歩へ皆様をお連れしたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということで今私たちがいるのはシャトレ駅でございます。シャトレ駅ね、1番線、4番線、7番線、11番線、14番線が走っております。すごい大きなところなんですけどね、ここの地下鉄、もう本当にね、パリのど真ん中という感じですよ。ここから今回の散歩はスタートということで、さあいきなり出てきたのはスフィンクスだ。ここのね、シャトレ広場というところはもともとはナポレオンが作ったところでございましてね、ですからね、ナポレオンエジプト遠征なんて言ってますから、そんなねエジプトの遠征に関する装飾をねしております。さあここにはね、テアトル、パリの劇場がございますよ。光ってるね。さあそして紹介したいのはこちらなんだけども、まずはこっちから行こうか。ズームいけるかな。ちょっとね遠いですけども、あそこに映っているのはノートルダム大聖堂。ちょっと遠くにねライトアップされた姿で見えております。ちょうどバスが前を通りましたが、ノートルダムがありましたね。はい、そしてこれからね近くに行って皆さんに見ていただこうと思っているのが、ここのねコンシェルジュリでございます。さあまずは道を渡りましょう。この辺はねデモ隊、今ちょうどストライキなんかをやってますね。年金のね、満期受給年齢を引き上げようという話になっております。現在は42歳になったら、満額をもらえるって話なんですが、これをね44歳違うな62歳だ。62歳をですね64歳に引き上げようって話になってですね、それでですねそんなことさせないよということで今大問題になっておりますね。はい、そんなことでねちょっと緊張したパリでございますけども、そんなところをね皆さんにお見せしたいと思います。はい、さあじゃあここね渡っていこう。そうするとさあセーヌ川が見えますよ。やっぱねパリのライトアップされた風景、夜のね散歩なんかどこがいいんですかってねたまに言われるんですけども、言われたっけな、まあ言われたことにしといてですね何なんだというね感じしますけど、はい、ノートルダムね。はい、そしてこれですよ、見てください。この風景を皆さんにお見せしたかったんだわ。はい、美しいと思わない？光り輝くパリの風景。そして向こうがね西でございますが、西の方はねまだちょっと夕暮れが残っているんです、ね、美しいでしょ。こういう感じね、コンシェルジュリーが映っております。美しいね。よし、こんな風景を見ながら皆さんと一緒にこの夜の散歩楽しんでいきたいと思います。さあそれでは今回も行きましょう。夜のセーヌ川散歩、裏道散歩のスタートです。決まったんじゃないかなんかもうそうだ、それタイトルコールしようと思ってね、全然用意しないで言い出したんでちょっとタイトルがめちゃくちゃでしたけども、はい、こんな感じで、ね、セーヌ川沿い歩っていきましょう。見えるかな。手前にはですねこれブキニストといってですね、この緑色の箱がいっぱいねこれ並んでありますけど、これをパカッと開けるとですね、ここの中には古本が入っておりまして、ここは古本市が立ちますということですね。お、見てよ、いいじゃんいいじゃんいいじゃんいい感じ、見てよ、これ目の前のコンシェルジュリーとところはもともとはここに王宮がありました。指定王宮と言います。はい、フランスのね王様たちはずっとここに住んでいたんですけども、
シャルル5世かな、シャルル5世の時代にですね、王宮をルーブルに移しました。はい、ルーブルに移した関係で、ここはね、裁判所だけ残したのかなということでね、裁判所に関する例えばね牢獄なんていうのが、ここに残っていて、革命時には、革命裁判所と、革命裁判所で裁かれた人の牢獄なんかがありましたので、ここで、マリー・アントワネットがね、幽閉されていたということが有名ですよね。マリー・アントワネットの捕まっていた場所っていうので、観光地では有名になっております。さあ、目の前にひときわ光ってるところがあります。綺麗だね、綺麗に光ってるんだけども、はい、ここはですねクール・ドゥ・カサションという名前で、ハキーンという名前がついている場所でございます。今まで、出された裁判の判定をですね破棄することができるという場所でございまして、いわゆる日本の最高裁判所にあたる、場所がここですね。はい、破棄院というものがありました。はい、このねひときわ光っているところでございます。ですからね、ここに裁判所がございまして、そしてその先ねちょっと光ってるかもしれませんけども、ここはシテ島の本当ね先っぽのところ、このね建物の後ろにはドーフィンの広場という非常にね、可愛らしい広場がちょっとね隠れ家的にあったりします。ということで今私たちはセーヌ川の河岸を歩っているということなんです。先ほどからねずっとこの人たち練習してんだわ。なんかねブラスバンド、こういうブラスバンドがねやってんの聞くとね、なんかこれちょっと撮ってるからなんか弾いてくんないかな。ダメだな、今までずっと弾いてたのに。なんかね必殺仕事人とか弾いてましたよ。違ったな、必殺仕事人じゃないけど、なんか高校野球を思い出したね私は。1番センターみたいなもうどうでもいいよって。はい、すいません。こっち側もほら光ってるよ。めちゃくちゃ綺麗なんだけど、すごくない？ほらね。始まった。ほら来た。聞こえてる？いいね。もうちょっと早く始めてよ。はい、ということでね、生演奏をお聴き、いただきながら私たちのね、夜の散歩を続けていこうと思いますけども、ひときわ光ってんじゃない？これ何これ、超綺麗なんですけど、はい、超綺麗なのはですね、これはポンヌフという橋でございます。セーヌ川とポンヌフのこの絵どうよ、どうこれねえ、悪くないと思うよセーヌ川のね夜散歩、綺麗な風景を見ていただいております。このねセーヌ川のポンヌフというと現存している中で最も古い橋なんですね。はい、古い橋でね、そんな橋なんか建てて意味ないんじゃないか、こんなお金がかかりすぎるなんていう風にしてね、当時これを建てたのはアンリ4世っていう人なんですけど、アンリ4世の取り巻きの人たちはね結構ぐちぐち言ったらしいですよ。ですからね、これマスカロンというこれ装飾なんですけど、そのねぐちぐち言ってるやつらをこのなんかその似顔絵を作ってね、それでこういう変な顔にして飾ったなんていう話が残ってたり残っていなかったりどっちなんだってね感じですけども、さあここでもう一人の主役に登場してもらいましょう。エッフェルさんでございます。この空やばくない？はい、この空に映えてるエッフェル塔が見えているんじゃないでしょうか。さあ今ね撮影時はちょうど20時48分でございます。さあちょうどね12分後には、このエッフェル塔のシャンパンフラッシュがね、始まるので、シャンパンフラッシュって言うんだっけ、なんかチカチカチカってなるやつ、そうあれにねちょうど合わせて、いろんなところを仕組んでいきたいと思いますけども、うまくいくのか、うまくいくんでしょうか果たして。はい、ということでね、ポンヌフがひときわね綺麗に見えております。そして生演奏続いてるぜ。はい、ポンヌフのね下から
ポンヌフも下に降りることができまして、もうこれはちょっと暗くて見えないかもしれないんだけど、そのシテ島の先っぽにはねぎゅーっとねこのね公園のようなところが続いているんですね。そのね公園の先っぽ、ここもね先ほどからブラスバンドの人たちがもう猛練習をしております。もしかして先ほどのね、ブラスバンドの対抗グループかもしれないね。もしかしたら何かあるのか、大会なのか、そんな感じがしますけども、はい、ポンヌフのね、ちょっと過ぎたところにこういう登り口がありますんでね、こんなところ上がってもう一度車のね走っている、河岸の方、なんていうの、道路の方、ちょっと高くなっているところに戻りました。はい、ということで戻るとこんな感じ。下から見てるのでも上から見てるのでもなかなかいい感じだね。さあここで登ったのはですね、皆さんにやっぱりさ見せたいものがあって、まず見せたかったのはこれね、ライトアップされた、なんだっけ、シュバルブロン白馬、シュバルブロン白馬っていうね白い馬っていうホテルですよ。これ超高級ホテルです。でこれは最近ね、修復が終わりましたサマリテーヌデパートのなんていうの、隣接してる、同じオーナーなのかな、ホテルなんですけども、はい、ここに巨大な人形だよね、本物じゃないよね、草間彌生さんが、なんだコラボということでね、草間彌生さんの巨大な人形がこの隣のねルイ・ヴィトンのビル、そこになんか絵の具かなんかをつけているとざっくりしてんなざっくりしたガイディングでいきましょう。はい、ということでここはね現在はポンヌフ駅、はい、先ほどのね7番線シャトルが走っておりましたが、そのねシャトルから今私たちは一駅歩いてきたということだ。はい、ということでポンヌフ橋にやってまいりました。ポンヌフ橋、先ほどね私たちは下を通ったんだけど、今度はポンヌフ上から通ることになりました。どうよこれ、なかなか美しいんじゃないでしょうか。どうですか、これがね皆さんにお見せしたかった夜景だよ。怖くないね。これ見えるかな、あんまりねライトアップされてないなって僕は感じたんだけど、その目の前にはね芸術橋っていうものがありまして、そのね芸術橋の方もまた渡っていこうかなと思います。はい、ということでね、ポンヌフ橋はねこんな感じでさ、よく見えるようになってるわけよ。で私たちのね今回の夜散歩、どこまで皆さんをお連れしようかっていうと、ちょっとね最後の終点地点も紹介しておこうか。あそこの今ひときわ綺麗に光っている場所、はい、ルーブル美術館ですけども、ルーブル美術館をね最後皆さんにお見せしようかなと思っています。ただしルーブルなんかもうなんかデモとかでさ閉まってたりするかもしれません。ということでね、閉まってたらその前で、お慰みお慰みって何なんだっていうね感じもしますけども、そんな感じで皆さんと一緒に歩いていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。どう？みんな楽しんでる？ね、もうこっちはねもう真っ暗になってきたね。でまだねかすかにこちら側では太陽がねちょっとだけ残ってるので、そのね太陽がもう沈むのを、その太陽を追いかけるようにして私たちの散歩を続けていこう。はい、ここのね下にはね船が見えておりますけども、ブデッテポンヌフというね船会社でございます。そしてもうキョロキョロね忙しいんだけどさ、はい、左側にはね同じようなスタイルの建物が見えてきましたけども、ここがねもともとアンリ4世っていう人が作ったドフィンヌ広場。ドフィンヌっていうのはドファンという言葉から来て、ドファンっていうのはこれはね王太子っていうことなんです。アンリ4世の跡継ぎが生まれたというね記念に作った場所なので、王太子広場っていう名前がついてるわけよ。もう一回言って、誰の王様の王太子？ちゃんと聞いててよ、この人だよっていうことで、はい、ここにフランスの王様がいました。このね王様ねフランス人の中でも一番人気があるんだって。
アンリ4世と言います。フランス旅行をするにあたって歴史をちょっと勉強したいんですけど、それいいことですよ。けどね、全部勉強するなんて大変でしょ。じゃあ王様誰を覚えればいいですか。そういう時にはね、僕は2人紹介してるんですね。それね、1人がアンリ4世です。はい、この人ね、宗教戦争を終わらせた。世界史の授業ではナントの勅令っていうのが有名ですよ、ね。プロテスタントとカトリックが戦争していた時にね、フランスっていうのはもともと歴史的にカトリックの国ですよ。だからプロテスタントの人を殺したりしてたわけね。でそんな中でね、いやプロテスタントも殺しちゃダメですよ、プロテスタントの人もフランスっていう国の北部においては自由に信仰していいですよというふうに決めたのがアンリ4世です。アンリ4世はもともとプロテスタント側の人だったんだよね。はい、おおってなんだってね。はい、あとね、もう一人、覚えるとしたら、このアンリ4世の孫ですね。息子の息子、アンリ4世の息子はルイ13世ということは、その子供はそうだよ、ルイ14世だよ。はい、ということでね、このブルボン王朝って言われる人たちの王様2人、アンリ4世とルイ14世、ちょうどね、フランスのね、観光なんかに本当メインになるようなところなので、ほらこれ必殺仕事人じゃない？違う？私ね、高校野球やってたんでね、なんか思い出すな。バッターボックスに入ってね、超弱小校でしたけども独協高校っていうところでね、独協高校の監督に本当に私は高校時代人間的にもう作っていただいたという、もう私の人格はね、もうその人のおかげと言ってもいいかもしれません。私の青春ですね。ありがとうございます監督。はい、ということで、私たちの左手にはまた大きな建物が見えてきました。はい、これはですね、見えるかな、垂れ幕がかかっていて、モネ・ドゥ・パリと書いてあります。パリの貨幣というね、名前が書いてあったんですけども、ここはですね、パリ、貨幣美術館になっております。ここでね、かつて、そのパリのね、硬貨を作ってたんですよ。はい、中世においてね、こういうねもう光がさピカピカしてなんかすっげえ気になるんだけど、その理由はこれね、うわすごい光ね、これ遊覧船ですよ。これね、ディナクルーズね、バトムッシュっていうすごい有名な船会社がありまして、そこがね、ディナクルーズ、ディナーをしながらクルーズしてくれるのでディナークルーズと言いますけども、であそこね、ブラバンいるんだよな。先ほどのアンリ4世見える？これ私も結構見えないんだけどさアンリ4世の像の後ろ側には、手前の船の人、これ船渡ろうとしてる。この船の持ち主なんか、なんかその人たちのなんか住居を移しちゃってるようで悪いけどね、いいね、こんなところに住んでるなんて最高じゃん。はい、で、アンリ4世の像の後ろにこのようにシテ島のところには、スクエア、広場みたいなところが広がってるんですけどね、今ね、ここのちょうど橋のところであれやってたね、ブラバンが練習してたね。練習してんのかな、それともなんかコンサートしてんのかな、よく分かりませんが、はい、今何時だ。あと2分でシャンパンフラッシュが始まるので、ちょっと急ぎ足、もともと急いでるじゃないお前いつも歩くの超早いよとね、言われてしまいますけども、ちょっと芸術橋のところまで早歩きで行きますけども、造幣局なんていうねところがございましたね。おもむろに走ってみる。ちょっとカメラ揺れたらごめんね。あと2分でエッフェル塔の近々に合わせるからね。さあ皆さんついてきてる？走ってるよはい、ということで右手にはルーブルの全貌が見えてきたよ。かっこいいぜ。そして今度この左側には今度はフランス学士院。かっこいいね。フランス学士院はこれアカデミーというね、ものが入っているところです。芸術アカデミー、科学アカデミー、
アカデミー・フランセーズ、ね、いろんなものが学術振興のために入っている場所でございますが、さあどうなんでしょう。あと1分、素晴らしいベストタイミング。よし、このフランス学習のところがですね、ここからはい出た。これが芸術橋、美しい橋じゃないか。そして先ほどのポンヌフ、お、鐘が鳴ってるぞ。ちょっと後でポンヌフ後にしよう。さあ走っておりますけども、エッフェル塔光ってるチカチカ、間に合ったと言えるんでしょうか。ちょっとね、エッフェル塔がエッフェル塔がちょっとあんまり見えないな。先っぽしか見えないけど、よいしょ。素晴らしい。見える思ったよりちっちゃい。ここ思ったよりちっちゃいぞ。ということで、エッフェル塔のチカチカ見えるかな。みんなこれをね、みんなに見せたかったのさ。この満面の光でね、輝いているセーヌ川、そしてその先で、チカチカとね点滅している、それがエッフェル塔。この風景をみんなに見てもらいたかったんさ。ロマンチックはい、ということでね、今ね私がいるのは芸術橋というところ、まだね光り続けておりますけども、これ5分ずっと映し続けてるとしょうがないので、でこれも見せたかったんよ、これね。はい、ということでこれ学習院です。今私たち橋の上にいるんだよ。芸術橋っていう橋の上にいて、でその正面にはこのように、はい、フランス学習院、ドカーンとかっこいいでしょ。はい、ここはねかなりフォトジェニック、いい写真が撮れる場所なんですよ。そしてね、先ほど私たちがいた場所が、はい、ここでございます。ポンヌフだね。ちょっとね向こう側がねもう太陽完全に沈んでしまってるから、ちょっとね暗いかもしれませんが、こっち側がポンヌフだね。じゃん、こんな感じ。お、いいじゃんいいじゃん、いい感じだと思いませんか、これね。はい、ライトアップされたポンヌフ、いいでしょね。夜景なんてね、パリ夜景どんなところがいいんでしょうかっていうね、ことに対してまさにね、これだったらね、セーヌ川シャトレからねセーヌ川沿いに歩いていって、ポンヌフの下をくぐって、そしてポンヌフのところもう一回渡って、そしてねだいたい8時半ぐらいに出発すればちょうど9時のチラチラチカチカシャンパンフラッシュに間に合うよなんていうね風におすすめしてあげてくださいよ。はい、ということでこちらがですね芸術橋でございました。さあそして、今回はね短くまとめようということで、もう最終コーナー入ってきたよ。正面はさあ、なんだこれは。芸術橋はなんで芸術橋というのかというとですね、この芸術橋の渡った向こう側には芸術の殿堂ですよ。芸術の殿堂のルーブル美術館があるからじゃないですか。はい、だからねこれ芸術橋って言うんだよね。お、こっちに行けば行くほどどんどん綺麗に見えんじゃん。ほらちょっと引っかかりすぎかな。どう見える？シャンパンフラッシュね。やっぱね夜はね出歩くのちょっと怖いよとかさ、そういう人いるかもしれないよね。そういう人たちのために作ってます恩着せがましいよ恩着せがましいんですけどはい、ということで行きましょう。はい、目の前にはルーブル美術館、光ってるね。ピカピカだぜ。はい、芸術のね殿堂であるルーブル美術館、実はね私今日ね、今日っていうのは何日なんだっけ。3月の27かな、3月の27日なんですけども、ルーブルね、私はルーブルの専門のガイドの人に、ルーブル専属のガイドの人にフランス語でね、ガイディングしてもらうという、ガイディングツアーに参加予定でございました。予約していたんですよ。そしてねルーブルのね入り口に行ったらね、なんと今ほら、62歳64歳にその年金受
受給額を引き上げるっていう問題があったでしょ。それでねルーブルのスタッフたちもそれには反対ですということでね怒ってしまって、なんと入り口をブロックだからね、中ね開いてて、その観光することはその中に入ればできるんだけど、その入場をさせない、入場をブロックさせているということでね、今日入れませんでした。これ多分今日一日空いてなかったんじゃないかな、ルーブル美術館。はい、ということでね、そんなルーブル美術館ちょっと今日は入れませんでしたけどもまあしょうがない、そういう時もあるよ。まあ、私はね現地住んでるからしょうがないでいいけど、これフランス旅行してる人はちょっとしょうがないってもうちょっと考えてよってね感じはするかもしれませんが、はい、ということでねルーブル美術館の館内には入れないんですけども、このようにね夜になってもルーブル美術館の構内、これは微妙な違いですよ。館内と構内です。はい、構内のこんな中庭には入ることができるんです。ほら見て、美しいでしょ。これがね夜のルーブルですよ。夜のルーブルね、昼のルーブルも最高だよ。そしてルーブルの中なんかもっと最高だよ。けどさ、こういう夜のルーブルもなかなかいい味出してると思わない？はい、ルーブルといえばねガラスのピラミッドが有名なんですけども、ここは、宝系の中庭といいまして、実はルーブルの中でも最も古い時代の建物がここにあるんですよ。その中でもねルーブルの中でも最も古い建物がこちらです。ちょっとズームしてみようか。お、いいじゃん、いいよ、ここピエール・ラスコだったっけな、多分合ってると思うけど、その人がデザインしたものが先ほどのね、ルーブルの正面でございます。ファサードファサードっていう言葉が分かりにくいよっていうね話になってますけど、はい、でここがね時計のパビオンっていう名前がついていて、先ほどのラスコーのね、その装飾、そういったものをねずっとね、コピーペーストをすることによってこのようにぐるっと一周ねルーブル作って拡大していったとことなんですよ。いい感じでしょう。はい、そしてね、はい、もうね私たちラストだぜ。そして最後はこの時計のパビオンの中を通りまして、そして正面に見えるガラスのピラミッドライトアップ版、すごい大きな声で響いてしまいましたけど、一体あの人は誰だろうというね、感じで思っている方いらっしゃるかもしれませんが、この美しいガラスのピラミッドを皆さんにお見せして、今回の夜の散歩、フィナーレということにしたいと思います。真っ暗なんだけど、これ皆さんには見えてんのかな、一応俺には見えてんだけど、さあ見えてきたよ。ガラスのピラミッドが見えてきてるよ。外みんなには見える？ガラスのピラミッドね美しいんだけど、この角度から入ってこの角度から見るのはなかなかいいですよ。はい、ということで、はい、ルーブルのガラスのピラミッドの場所まで皆さんをお連れすることができました。ちょうどね30分ほどで終わらせようと思っていたんですけど、バッチリだぜ。もう測ったようにね、皆さん今日は30分の散策だよっていう風にね言ってスタートしましたけども言ってねえよ言ってねえよってね、はい、ということで、この光り輝くまさに宝石箱のような、ほらあそこ見てよ、ドレス照明焚いて、あれ結婚式のウェディングフォトですね。美しいね、お幸せに。はい、ということでルーブルのガラスのピラミッド正面に見えるところで、今回は皆様とお別れしたいと思います。短い間でしたがお楽しみいただけましたでしょうか。ということで、この動画面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。皆様のコメントぜひ聞かせてくださいね。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ということで今回はシャトレからルーブル美術館までの夜のライトアップされたセヌ川散歩をお届けいたしました。やっぱね夜はね危ないからな、ちょっと怖いなとかね思ってる方いらっしゃると思いますけども、どうでした？私のビデオ見て結構大丈夫でしょう。まあね今ね私の歩いたところはだいたいパイの中心地なのでね、
これぐらいの距離、そしてちょうどね日没から、日没がね今日はね8時15分ぐらいで、そして私は8時半から約スタートしましたので、こんくらいのね時間だったらそこまで危険ではないんじゃないかなと思います。パリのね夜ちょっと散策してみたいんだけど、どんなとこ散策すればいいか分かんないしちょっと怖いなと思っている方のヒントになると嬉しいです。ということでね、また今回もご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。何もうちょっと寄ってほしいと思った思った、おまけということでね、これねちょっと僕なんかその撮り終わった後ね、これもうちょっと寄りたいんじゃないかなと思いまして、おまけですはい、ここさ床がさツルツルになってるからスケボーとかねみんなやるんだね。で夜は夜で雰囲気あるよね。はい、ここほら見て、これかっこいいね。この辺にね見えてるのはね全部ルーブルって歴史あってね12世紀ぐらいからずっとある建物なんだけど、今見えてるところはほとんど19世紀に作られたものですよ。ナポレオン3世っていうね人の時代に作られた建物で、非常に言ってみれば新しいね。明治維新ぐらい日本でいうと、日本史知らないので日本史の知識挟まない方がよかったな、無知をさらすだけでした。はい、ということでね、こういうめちゃくちゃ綺麗でしょ。なんだっけな、まずこのガラスはねフランスの企業が作ってんだよな、確か3号板っていう。これは多分ルイ14世のベルサイユの時代に多分ガラスの鏡の回廊とか作ってた人だと思うけど、ちょっと撮れるかな。すいません美しい人たちがいましたねはい、ウェディングフォトですよ。うわ見てこれ超綺麗、中見える。うわガラガラいいな。エスカレーター動いてる。エスカレーター動いてんだけど、これさ電気ついてるでしょ。電気ついてるってことはね、これもしかして誰か貸し切りしてるかもしらんね。うわいい感じやんこれ。いい。これサムネ来たこれうるせえよってうるせえよってはいいいね、めっちゃいいじゃん。ほらこんな感じどうすか。こんな感じいいかもしれないですよ。でこのライトですね、このライトアップは誰だっけ忘れちゃった。日本企業パナソニックだっけな、どこだっけ、なんかそういう日本の電機メーカーがこのライトを提供してるんですよね。やっぱ調べてからやれるかなお前それでもガイドかすいませんね。はい、ということでここねガラスのピラミッド、やっぱみんなこれ寄りたいかなと思いましてね、ちょっと寄りのところまで来ました。はい、めちゃくちゃ綺麗だね。ここさほらこんななってんですよ。でここすごい綺麗でしょ。で夏はさめちゃくちゃ暑くてさ温室みたいになっちゃうのね。だからもうここで働く人たちも命がけですよ。めちゃくちゃ暑そう。水とか頭にかけながらやってるよね。はい、ということでガラスのピラミッドのところまでやってまいりました。ということでこれからオープンね、溝に足を引っ掛けてしまったよ。危ない危ない。はい、ということで急にテンションが落ちていますが、はい、ということで今回はねおまけでした。おまけの5分、
ガラスのピラミッドを楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは皆さん、アビアト。